はい、今回は Geekom A6 というミニ PC について話をしたいと思います。このパソコンはコンパクトなボディに AMD Ryzen 7 6800H を搭載しており、安くて小さいのにクリエイティブ作業やゲームまでこなせるという話題のデバイス。スペックを見てみると結構高性能なのですが、実際のところデスクトップ PC の代わりになるのか、作業用 PC として十分な性能を持ってるのかってところだと思うんですよね。かくいう私は仕事でメインで使っていた自作パソコンから乗り換えて使ってまして、思ってた以上に快適に動いて驚いているのが正直なところ。もちろん気にならない点がないわけでもないわけで、約1ヶ月ほど使い続けて感じたことをここにまとめておきたい。ちなみに今回は Geekom さんから製品提供を受けてのレビューとなります。なるべくありのままにレビューするということをお約束のもと、商品も提供していただいておりますので、何卒ご了承いただけると幸いです。はい、それではまず最初になんで自作のパソコンからミニ PC に乗り換えたのかっていう話をしたいと思います。まず一つ目の理由が、ここ数年で Windows のミニ PC 市場が大きく変化したということ。以前はミニ PC イコール低スペックなサブ機というイメージが強く、動作が遅かったり、発熱やノイズが大きかったりと、安価だけど性能が低いといった印象が強かったんですよね。ところが AMD Ryzen シリーズの進化によってこの状況が一変。特に Ryzen 6000シリーズ以降ではノート PC 向けの CPU にも高性能な内蔵 GPU が搭載され、軽い動画編集やクリエイティブ作業なら内蔵 GPU だけで十分こなせるレベルになっているのです。例えば今回紹介する Geekom A6 という製品は Ryzen 7 6800H を搭載しており、従来のミニ PC とは比べ物にならないほど実用的なパワーを持っているわけです。そして二つ目の理由が、自分の用途ではグラフィック性能が不要なことに気づいたということ。以前は自作 PC を使っていたのですが、考えてみると Windows で GPU を使っているのは主にゲーム用途。仕事用のパソコンではゲームがやれる必要はないし、むしろやれない方が良いので、高性能なグラフィックボードも不要なのですよね。私の場合、Windows では動画編集もしないので GPU を活かす場面も限られる。仮に動画編集をしたとしても、フル HD での編集がメインなので、この Geekom A6 のスペックで十分事足りてしまうのです。そして3つ目の理由がパソコンのサイズ。これがミニ PC の最大のメリットでもあります。デスクトップパソコンを使っていると、本体が大きくて場所を取るし、重量も重くなりがち。特に昇降デスクでは昇降スピードも変わってくるし、重量バランスも重要。左右でなるべく均等にした方が良いというのは言うまでもなく、片側に重量が偏ると天板の歪みの原因にもなりますからね。昇降しているうちに斜めに傾いたり、エラーが出たりもするのです。そもそもこのバカでかいデスクトップパソコンはどこに置くのも困る。デスクの上に置いたら邪魔だし、下に吊るしたら吊るしたで足とも干渉するのです。ざっと話しただけでもコストパフォーマンスが高いっていうのはなんとなくお分かりいただけるかと思うのですが、もちろん万人にとって最適な PC ってわけでもないでしょう。というわけで、ここからは Geekom A6 の具体的なメリット・デメリットの話とともに、実際私がどのように使っているかって話もできればと思っています。概要欄には目次も作っておりますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばしていただいて、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょい。はい。それではまず一つ目のメリット。Geekom A6 という製品はコストパフォーマンスが非常に高いです。搭載されているチップは AMD Ryzen 7 6800H で、内蔵 GPU は Radeon 680M。これがどれぐらいの実力かというと、エントリークラスのグラフィックボードに匹敵する性能で、軽めの動画編集や画像処理、マルチタスクも問題なくこなせます。メモリは 32GB であり、ストレージ容量も 1TB SSD と十分。で、この性能で68,000円ですからね。価格に対しての性能がすごい。まさにコスパが高いのです。例えば、同等スペックの PC を自分で組もうとすると、Ryzen 7 6800H クラスの CPU だけで3万円くらい、32GB のメモリで約1万円、1TB の SSD で約1万円、マザーボードに電源、ケース、OS まで揃えるとさらに3、4万。パーツ価格も高騰している昨今。どう頑張っても10万円は下らないんじゃないかなと。Windows 11 Pro がプリインストールされてるってのもすごい。オペレーションシステムの費用を考えても格安であり、これらを組み立てて使えるようにするまでの手間もないですからね。ここまで安いと逆にちょっと不安になるのですが、Geekom は20年以上の歴史を持つ PC メーカー。過去にはインテルや ASUS と提携して製品開発もしている企業です。
しかも、この GEECOM A6 には3年保証もついてるし、日本法人 GEECOM Japan によるサポートもあるのです。私はパソコンって組み立てた方がメンテナンスができるから、なんだかんだで安くなるって思ってたのですが、自作 PC ってパーツのコストだけでもないのですよね。パソコンを組み立て始めるとパーツがどんどん増えていく。SSD にハードディスクにメモリ CPU クーラーグラボに電源。箱を捨てたらわけわからなくなるし、保管スペースも取るし、管理も面倒。パーツを残しておいても規格が変わって使えなくなるし、買い替え始めるうちに一式揃えたくなるし、気づいた頃には数十万円。やっぱりパソコン作るならグラフィックボードは積みたいんですけれども、グラフィックボードめっちゃ高くなっちゃってますからね。同じ値段でパソコンが1台手に入るならそっちの方がいいんじゃないかなとも思った次第です。はい、続いてのメリットは、やはり圧倒的にコンパクトだということ。GEECOM A6 はミニ PC の中でも小型であり、片手ほどのサイズしかないので、限られたデスクスペースでも設置が非常に楽なのです。ペサ固定用のマウントプレートも付属しているので、モニターアームやモニターの背面に取り付けることも可能。デスクの上からパソコン本体を完全に消すこともできるし、浮かせてしまえばホコリの吸い込みも気にならなくなりますからね。このプレート自体もよく考えられていて、固定するのはプレート側だけであり、本体だけ取り外すってことも簡単にできるのです。あっちに置いたりこっちに置いてみたり、本体の位置が簡単に調整できるってことで配線の難易度も下がる。デスクの上もスッキリしやすく、作業スペースも広く取れるのです。ミニ PC って電源アダプターが異様にでかい製品も多いのですが、その点 GEECOM の電源は小さくて設置場所も取りません。ただこれ3ピンタイプのコンセントのため変換プラグは用意しておいた方が良いかなと。私は3ワサプライの変換アダプターを使っています。見た目という点においても GEECOM はアルミ製で高級感があるので、見えたところでインテリアとして成り立つのも良いところ。自作パソコンって見た目のために作ってる自分もいたのですよね。見せるならファンも光らせて中も見せたいし、フレームも強化ガラスにしたいし、とかやってると、やっぱりとんでもなくパソコンは重たくなっちゃうし、動かすのもすごい大変になるんですよね。その点軽ければ移動も簡単。このサイズなら必要に応じて持ち運ぶことも可能。据え置き型のパソコンとはいえ、ノートパソコン並みに手軽に持ち運べるデスクトップと考えると、いろいろ柔軟に活用できるんじゃないかなとも思いました。はい、続いてのメリット。この GEECOM A6 というモデルは、コンパクトなミニパソコンでありながら、デスクトップ並みのインターフェースを備えています。一般的なミニ PC やノートパソコンって、ポートが少なくて USB ハブやドッキングステーションが必要になるのですが、GEECOM A6 ならこれ1台で完結できるんですよね。まず USB ポートの数が多い USB Type-C が2つあり、40Gbps 対応の USB4 が1つ、10Gbps 対応の USB 3.2 Generation 2が1つ、さらに USB-A が合計4つもあり、最大 10Gbps の USB 3.2 が3つ、最大 480Mbps の USB 2.0 が1つ。つまり合計6つの USB ポートがあるので、外付け SSD、キーボード、マウス、オーディオインターフェース、ウェブカメラとか、これらを同時に接続してもまだ余裕があるのです。2つの Type-C は映像出力のディスプレイポート、オルトモードにも対応しており、2つの HDMI と合わせて最大4画面の同時出力も可能となっている。例えばデュアルモニターはもちろん、トリプルやクアッドモニター構成もこの小さなボディ1台で実現できるんですよね。さらにネットワーク性能も高く、ワイヤレスで拡張することもできる。Wi-Fi 6E と Bluetooth 5.2 対応で、無線でも安定したデバイス接続したり、データ転送したりもできる。有線 LAN は 2.5Gb イーサネットと超高速。NAS サーバーや高速回線でのデータ転送もスムーズにできるのです。このため、リモート PC やクラウドゲーミングの用途としても最適。最高峰のネットワーク環境もフルに活用できるってのも良いのです。あと SD カードリーダーが内蔵されてるのも地味に便利ですよね。SD カードリーダーってあんまり使わないけど使うって時にないと困るので、やはりインターフェースは充実してるに越したことはないのでした。はい、ここまで良いところばかり紹介してきましたが、もちろん GEECOM A6 にも弱点はあります。最大のデメリットは内蔵 GPU なのでゲーム性能に限界があること。最新のゲームを高画質でプレイするのも現実的ではありません。例えばサイバーパンクのような AAA タイトル。設定を落としたとしても60フレームレートを安定して出すのは難しく、30フレームレートがやっと。グラフィック設定を調整することでプレイすることは可能ですが、設定を落としてまでプレイしたいかといえば私ならやりません。Apex や Fortnite、Minecraft のようなそこそこスペックを要するゲームであれば、できないことはないんですけれども、という感じ。
少なくとも WQHD や 4K 解像度でプレイするのは難しいのです。ただ、これはあくまでこの PC でゲーム起動するならという話。Geekom A6 は先ほど申し上げた通り、通信性能が優れており、ストリーミングデータを処理するスペックなら十二分にあります。クラウドゲーミングやリモートプレイを活用すれば、高スペックを要するゲームも快適にプレイできてしまうのです。例えば GeForce Now や Xbox クラウドゲーミングを使えば、この PC の GPU 性能に関係なく、高品質なゲームをストリーミングプレイできてしまうのです。もちろんゲーミング PC やゲーム機を所持しているのであれば、PS リモートや Steam リンクのようなリモートプレイでも良いでしょう。これらクラウドゲーミングやリモートプレイで最重要なのは通信品質。2.5Gb イーサネットの有線 LAN はデータ通信速度も高速なわけで、AAA タイトルを最高スペックでゲームプレイもできたりするのです。実際にこれ Geekom A6 でプレイしているんですけれども、GeForce Now Ultimate では 4K120Hz で快適にプレイができてしまってますからね。デスクトップのモニターサイズなら GeForce Now のパフォーマンスプランでも十分綺麗で快適だし、Xbox クラウドゲーミングというコスパの高いサブスクもありますから。300本以上のゲームがパソコンでもスマホでも Fire TV でもできてしまうって話は、また別の動画でも詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。はい、続いてのデメリット。Geekom A6 はコンパクトで高性能ですが、そのコンパクトさゆえに排熱性能には限界があります。まあこれは Geekom に限らずミニ PC 全般に言えることなんですが、負荷をかければ電力消費が増え、発熱もしちゃうからファンも回るってことは理解しておいた方が良いでしょう。例えば、ブラウジングや表計算とかの日常業務では、本体は結構静かであり、消費電力も 20W 前後と低いんですけれども、CPU や GPU に負荷をかけて作業を行うと、消費電力も 60W から 80W くらいまで上昇して、ファンの音も結構大きくなっていきます。ゲームプレイやシネベンチなどのベンチマークソフトとか、本体性能を検証しまくってると、やはり本体は熱くなっていきます。まあ、いくら高性能とはいえ、やるかどうかってのは別の話なんですよね。負荷をかければかけるほどに高熱となり、GPU は安定しなくなっていくし、この小さな筐体で無理させ続けるのかといえば私ならやりません。どうしても熱効率ってのは考えてしまうわけで、ゲーミングノート PC とかも私はあんまり信用してませんからね。正直ビジネス用途では本体が熱くなるってほどではないし、ファンの音も耳障りなほどではないと思います。個人的にはこの程度であれば全く気にならないですね。ノートパソコンとは違って設置場所にも工夫ができるので、まあ熱が気になるなら浮かせたり、音が気になるならちょっと遠くに設置すれば良いのではないかなと思いました。はい、続いてのデメリット。拡張性が低いです。ここで言いたいのは内部パーツの交換や増設に制約があるということ。小さいがゆえに物理的なスペースに限界があるのです。Geekom A6 ではメモリとストレージの拡張こそ可能ですが、2.5 インチの SATA ドライブには対応しておらず、増設用の M2 スロットも2242というマイナーサイズなのです。グラフィックボードやサウンドカードといった拡張はもちろんできず、購入時点で性能はほぼほぼ固定となります。というわけで、この小さい PC は内部パーツではなく、外付けデバイスで拡張していく必要があるということ。今までデスクトップ PC を使っていた人だと内部パーツの流用はできず、また別の費用が発生する可能性も高いのです。とはいえ、こういった拡張性や排熱性のデメリットはノート PC とて同じこと。この辺はコンパクトさとのトレードオフでしょう。まあちょっとデスクトップとも考え方は異なりますし、USB4 や 2.5GB イーサネットといった高速通信を活用してこそ進化も発揮できるとも思っています。例えば、ストレージ容量が足らないなら、外付け SSD や NAS で対応したり、ゲームはクラウドゲーミングでカバーしたり、外部サービスや外部デバイスで補うことで、これ以上ないデバイスにもなるんじゃないかなと。まあ、データは外部に保存した方が、万が一故障した場合も被害を最小限に抑えられますからね。実際のところ、このパソコンも耐久性においては未知数。これから長く使ってみないとわからないんですけれども、Geekom では様々な厳格なテストも実施しており、それゆえに3年保証もありますからね。このスペックで3年も使えて68,000円という価格なら、文句も言えないと思うのでした。はい。それでは最後に、この Geekom というミニ PC を私がどのように使っているのか、具体的な使用例についてさっくりと話をしたいと思います。まあいろいろと試行錯誤する中で、私もベストな使い方を模索してきましたので、その記録ですね。ミニ PC のデスクセットアップ例として誰かしらの参考になれば幸いです。
まずは今回の私の目的。デスクトップ PC から乗り換えるためのセットアップ。従来のタワー型パソコンを撤去して、Geekom A6 をモニター裏に固定してみました。私は長尾製作所のベサ増設プレートも併用しています。これにより大きなパソコンに足をぶつけることもなくなり、昇降デスクもスムーズに上がるようになりました。電源ボタンもパソコンのフロント側にあるので押しやすいし、消費電力も抑えられて一石二鳥。実際の使用感も思った以上に快適に動いております。このパソコンが高性能なのか、以前のパソコンが処理が重くなっていたのか、少なくとも数年前に数十万円かけて作った自作 PC よりは確実にヌルヌルと動いています。映像出力も多画面マルチディスプレイや高精細のスーパーウルトラワイドディスプレイまで対応可能。Type-C では合計 120Hz 出力もできたので、大画面モニターで使っても快適に作業もできるのです。こちらのデスク、さっきとデスクが変わってますけど、こういった試行錯誤もミニ PC だと簡単にできて良いなと。固定するベサプレートはスチール素材なので、マグネットで固定してみたり、本体は軽いんで結構がっちり固定できてますけど、非公式な使い方なのでこれは自己責任で。USB-C ケーブルを2本挿すだけで2つの大画面に出力が完了。ディスプレイには USB ハブ機能付きも当たり前。パソコン本体とモニターを USB-C ケーブルでつなぐだけで、映像出力と同時に USB デバイスもスッキリとつなげられる。私は Windows と Mac でディスプレイを併用しているんですが、自作パソコンだと Type-C で映像出力する時点でハードルが高いですからね。ディスプレイ側に USB 接続しておけば切り替えも簡単だし、無線なら入力デバイスの Bluetooth ボタンで切り替えても良いでしょう。で、この広大な画面でマルチタスクをしているわけですが、具体的には Notion、Word といったドキュメントワーク、Excel やスプレッドシートの大量データでマクロを組んでみたり、Canva でデザインしてみたり、メールや SNS、ビデオ通話でコミュニケーションを取ってみたり、あとはチャット GPT や Gemini に相談してみたりという感じですね。私は気づくとウィンドウもアホみたいに開いているんですけれども、CPU とメモリにもまだまだ余裕がありますからね。Chrome ブラウザやビデオ通話ってメモリも結構消費するのですけど、3、40個くらいのブラウザを開きながらビデオ通話しても余裕なのがびっくり。8 コア CPU でグラフィック性能も高くってメモリも 32GB もありますからね。ほんと下手に自作 PC を組むより快適なんじゃないかなと。ストレージ容量も 1TB SSD なので、ドロップボックスといったクラウドストレージをオフライン同期しまくっても余裕がありますし、通信速度も速いので同期も速いし、NAS へのデータアクセスもスムーズにこなせますからね。Windows 11 Pro も搭載しているので、逆にこの PC を他の PC からアクセスしてみたり、サーバーみたいに使ったりもできたりもするのです。あと、Windows なので Android のスマートフォン連携が使えるのも大きな利点だなと。スマホのフォルダにも直接アクセスできるし、スマホアプリの操作もできたりもする。画面サイズを変更したり、複数アプリを同時に開いて並べたり、iPhone のスクリーンミラーリングともまた違って便利なのです。まあ今の時代ローカルの PC で処理するってことは少なくって、作業もほとんどブラウザアプリで完結してしまうんですよね。Notion、スプレッドシート、Canva、チャット GPT、Google Meet や Zoom といったビデオ会議もブラウザ起動。クラウドで処理できる時代。PC のスペックが必須でもなくなっており、この小さいミニ PC が無理せずとも快適に作業もできるのです。タスク処理も AI にお任せできるようになっちゃってますからね。自分のスペックもいらなくなっており、年々脳の劣化も感じる昨今。仕事をお願いするためにディスプレイに投資した方が得策なんじゃないか。そう思い始めてるのが最近。スーパーウルトラワイドディスプレイも使ってみると意外と楽しかったよって話は以前の動画で申し上げた通りです。はい、続いてサブ PC 目的のセットアップですね。メイン PC の代わりとして使い始めたミニ PC でしたが、2台目のパソコンとしても悪くないと思ったのでその使い方について。まあ何せ本体が小さいので適当なモニターと組み合わせてちょこっと置くだけでミニマルな作業環境が完成するってのが良い。デスクトップとノートパソコンの中間のような使い方。必要なのはモニターとキーボードとマウスであり、本体から出るケーブルは電源とモニターへの出力ケーブルのみ。キーボードとマウスは Bluetooth 接続することでよりミニマムな仕上がりにもなる。臨時の作業デスクとして使うなら、モバイルモニターとかも面白いでしょう。モバイルモニターなら消費電力も少なく、1日くらいはポータブル電源だけで作業もできる。例えば 500Wh のポータブル電源を使う場合、500W が1時間使えるので、1時間あたり 50W なら10時間動かせる計算になります。ミニ PC は作業利用だと消費電力が 20W から 30W 前後。モバイルモニターが 7W から 10W 程度で合計 3、40W 程度に収まる。つまり 500Wh のポータブル電源なら10時間から12時間くらい稼働できるわけ。あくまで理論値ですけどね。
ノートパソコンと比べると手間はあるのですが、セットアップしてしまえばノート PC よりも快適。特に2拠点で生活をしている人とか、家で端っこの方に追いやられてる私にも悪くないなと。実際私はノートパソコンを持ってきても、キーボードとマウスは好きなものを使いたくなっちゃうし、なんならディスプレイも持ってきちゃいますからね。ちなみにディスプレイを持ってくるのが面倒で、XR グラスも使ったりもしてたんですけど、これもなかなか悪くなかったです。ディスプレイの電源はいらないし、プライバシーも守れるし、特に不特定多数が出入りする場所ではなかなか使えるなとも思いました。家族といえど見られたくないものは多く、リビングとか人が来るってだけでなんかそわそわするんですよね。他の人から画面を見られず、個室感もあって集中もできるし、体勢も自由に使えるという利点もある。マイクも内蔵しているので、音声入力とも相性が良かったりもするのです。ただ、XR グラスは大画面とはいえ解像度は低いので、作業領域は狭く目も疲れます。あんまり長時間作業するものではなく、どちらかといえばエンタメデバイスとして使うべきだよってのは前回話したばかりでしたね。VR ゴーグルとも全く別物だということにも気をつけてください。はい、最後のパターン。自宅のリビングでエンタメパソコンとして使ってもなかなか面白かったです。ミニ PC というとどうしてもデスクで使うものというイメージがあるのですが、皆が集まるリビングに置いておくことで結構便利に使えるのですよね。テレビに HDMI ケーブル1本でつなげば、ストリーミングデバイスどころじゃなく何でもできるようになる。動画や音楽のサブスクだけでなく、ちょっとしたウェブ検索や写真とかホームビデオとか SD カードスロットもあるので、カメラの映像をさっと確認したりもできる。大きなテレビ画面で誰かと情報共有できるのが楽しいのです。ゲーム機よりもマルチな用途に使えるし、Nintendo Switch に比べたら高性能なのは言うまでもありません。PC ゲームのプラットフォーム、Steam にはスイッチやプレステで販売されているゲームも多く、家族や友達と楽しめるパーティーゲームも非常に多いのです。カジュアルゲームならこのデバイスで十分快適にプレイできるし、Steam ならゲームも安く買えちゃいますからね。Bluetooth コントローラーをつなげば、Steam のビッグピクチャーモードでゲーム機のように遊べるし、リモコン代わりにワイヤレスのキーボードやマウスを使っても良いでしょう。もちろん GeForce Now Ultimate を使えば、リビングの大画面で超高画質ゲームを楽しんだりもできる。Fire TV の Alexa ホームシアターも活用すれば、臨場感のあるゲーミング環境も簡単に作れてしまうのです。以前はパソコンゲームをするためにリビングに Steam Deck を置いてたんですよね。Steam Deck に比べるとグラフィック性能もだいぶ上だし、テレビにつなげちゃうと持ち運ばなくなるし、Steam Deck はテレビ出力にも難がある。いやほんと、もう一台追加でミニ PC 買っても良いんじゃないかなと思ってるのでした。はい、最後にまとめです。ギーコム A6 はこんなに小さいからちょっと舐めてはいたんですけれども、思っていた以上に高性能なパソコンとなっていました。動画編集やゲームをやるかどうかは置いといて、快適に作業するためのスペックは十分にあるなと感じております。ドキュメントワークだけでなくクリエイティブ作業にも対応できるし、豊富なインターフェースで様々な周辺機器も拡張できる。何より小スペースでデスクもスッキリしますからね。ゲーミングパソコンほどのスペックはないとはいえ、インディーズゲームぐらいは余裕で遊べるのです。このサイズでゲームを動かせるってのがすごいし、外付けデバイスやクラウドサービスを活用することで、このパソコンの物足りない部分を補うこともできる。最新のサービスと組み合わせることでもっと便利に使えるようになるわけで、まさに次世代のデバイスだなとも思いました。個人的にはこの小ささで全部入りってのに魅力を感じてしまうのですよね。こんなに小さいのに大画面で作業ができる未来感。キューブ型のインテリアとしても悪くはないんじゃないかなと思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。